世界的スーパースターとなり、BTS フェスタでは今後の活動について記者会見ではなく、アーミーのために防弾会食で発表してくれた BTS。発表により、BTS の事務所であるHYBEの株が暴落したことから、メンバーが訂正するような動画を出したりと騒がしかったですが、外食の中で全ては話せないとも語っていましたし、見守ることが一番のようですね。今回は BTS メンバーの中で最年長であり、今年兵役に行くかもしれないJINの今後のソロ活動はいつからで、どんな仕事をするのか、兵役についても調べてみました。BTS がソロ活動をスタート。BTS メンバーがソロ活動をスタートしましたが、トップバッターは J-HOPE ですよね。防弾会食で話していた通り、J-HOPE が一番にソロ活動を始動し、アメリカのロラパルーザのステージに立つとのこと。BTS の個人のインスタグラムでも J-HOPE のソロのビジュアルが出ていますが、やっぱり BTS の時とは違ったダークなメイクとカラコンのクールな J-HOPE の姿を見ることができます。耳のついた帽子がキュートで、かっこいい中にも可愛さを残していて、J-HOPE の良さを引き出していましたし、背景の奥には紫をあしらっていて、ソロでも BTS メンバーやアーミーが一緒だよと言ってくれているのかなと話すアーミーがいました。ジョングクも米国のシンガーソングライター、チャーリー・プースとコラボの曲、レフト&ライトが99の国と地域の iTunes トップソングチャートですでに1位となっているようです。悲嘆に暮れていたアーミーにとって嬉しいソロ活動ですし、ありがたいですね。テテもパリで開催されたセリーヌの2023年春夏メンズコレクションに参加するため、専用機でパリに行きました。ショーに共に参加したのは、以前から親交があり、チェジュ島旅行をしたり、まめに連絡する仲だと公言しているテテより、お兄さんのパク・ボゴムさんや、タイ出身でダンスが得意なことはもちろんのこと、4カ国語を喋ることができる、ブラックピンクのリサさんです。テテは、輝く黒のトップスに、レザーのパンツを合わせ、首元には、大きなネックレスをつけ、仕上げに、真っ赤な上着を羽織って、セリーヌの最新コレクションのショーを鑑賞し、その圧倒的なビジュアルを見せつけました。モデルより目立っているテテに注目がいくのはもちろん、会場の周りにはファンが殺到したとのことです。また、SNS では、仕事ではない今の近況を RM とJINが報告してくれていました。RM は、スイス旅行の様子をアップしていて、本を読む RM の姿が自分の彼氏を見ているような角度の写真だったため、ときめいたアーミーが続出し話題になります。そして、特にJINはチェジュ島に行った様子を見せていて、しかもアーミーが気になっていた友情タトゥーを大胆に披露し、世界中のアーミーをメロメロにしていました。JINの友情タトゥーは脇腹にあり、JINは海をバックに上半身をあらわにして友情タトゥーを見せています。まさか普段露出を嫌っていたJINが服を脱いで見せてくれるとは予想もしないアーミーやメンバーはとても驚きました。RM は思わず下も履いていないのかとびっくりしたとコメントするほどです。それもそのはず、JINはベージュのチノパンを履いていて、RM のように一瞬見間違えた方も多かったのではないでしょうか。どちらにしても心の準備ができていないアーミーとメンバーにとってJINの突然の露出はかなりドキッとした投稿となりました。JINは一番最後にソロ活動と防弾会食で発言。JINはソロ活動について防弾会食で少し話をしました。J-HOPE が自分はもう始まるけど他のメンバーも各自準備していることを説明します。JINも他のメンバーはソロの曲を準備していてリリース日が決定しているけど自分はリリース日が決まっていないこと、でも曲は受け取っていて用意はしていることなどを話し、自分のものが最後になると思いますと教えてくれましたよね。なので
ジンがソロ活動の最後になるのではないかと言われていますが、これは楽曲に関しての話なので、他の仕事はわかりません。また、ジンは防弾会食の中で BTS として活動して、俳優が夢だった自分がアイドルになり、思いがけずいろいろなことを経験できてよかったこと、俳優業に今は未練がないことなどを語りながら、メンバーやアーミーに感謝を述べています。ジンはいつからどんなソロ活動をするの？ジンの今後のソロ活動はいつからどんなことをするのかなのですが、いつからというのも決まっていませんし、どんなことというのも未定のようでした。ただ、本人が韓国のファンコミュニティプラットフォームのインタビューで、自分一人で楽しいことがしたいんだと言えるかもしれない。誰にも迷惑をかけずになどと話しています。努力家のジンなので、今までメンバーに迷惑をかけないよう常に努力し、邁進していたことがよくわかるコメントですよね。続いて、ジンはバラエティ番組に単独で出演したいことを話し、その理由について、人気や仕事のためではなく、自分がハッピーになるためにということを語りました。ですので、ジンのソロ活動はバラエティ番組からというのが、今は有力のようですし、アーミーからも、ジンのトーク力はお墨付きですので、早く見てみたいと思った方が多いことでしょう。ジンは、兵役を終えてからソロ活動。ジンの兵役について、ですが、もともと、韓国は、健康な男性が28歳の誕生日までに兵役に就くという義務があるようです。ですが、スーパースターとなった BTS メンバーのために、30歳の誕生日までに兵役に就くというように、韓国の法律が変わりました。これが有名な BTS 法ですよね。ジンの30歳の誕生日が今年の12月4日であることから、このまま BTS の兵役免除がなければ、ジンは12月4日までに入隊するということになります。また、BTS のソロ活動も万端会食で発表されたことから、ジンの誕生日までの入隊は有力なのではないでしょうか。とはいえ、まだ発表があったわけではないですが、そうなると、軍隊に行く前に仕事をするとなると、自分のバラエティ番組という感じではなくて、ソロでバラエティ番組に出演するということになりそうですね。しかし、現時点では、どこにも情報がありませんし、とにかく、ジンは兵役を終えた後に本格的なソロ活動となるのでは？というのが今の世間の考察でした。しかもメンバーのシュガも来年の3月9日に30歳になるので、BTS は立て続けに兵役に行くことになりそうです。予定が決まっていないというのは、オタ活をしているアーミーにとっては辛いことかもしれませんが、ジン以外のメンバーも徐々にソロ活動をスタートさせているので、ジンのソロも気長に待っているのが良さそうですね。まとめ、いかがでしたでしょうか？ジンの今後の日程については、まだはっきりと決まっていないようですが、本人の希望はバラエティ番組ということがわかり、世界中で大人気な BTS メンバーであるジンなので、すでにその席は用意されているんじゃないでしょうか。どちらにしても、兵役問題もあり BTS が免除されるという報道が出ていないことから、ジンの誕生日である12月4日前には入隊するというのが、今は有力な情報のようですね。